境システム専攻では、持続可能な社会の構築を目的として、環境問題をシステム論的なアプローチで解決するというような教育研究を行っています。私の研究室ではですね、エネルギー問題、環境問題に貢献するために3つの柱を考えています。1つはですね、省エネルギー、それから2つ目はエネルギー資源転換、3つ目はですね、二酸化炭素の回収処理です。省エネルギーではですね、地中熱利用ですとか、それから資源転換では地熱発電、回収処理ではですね、二酸化炭素を地中に入れた時にどういうことが起こるかというようなことを中心に研究をしています。環境問題と聞くとですね、未だに何かを我慢しなきゃいけないとか、あるいは貧困をさらに促進してしまうんじゃないかとか、いろいろ懸念を持たれることもあるかと思うんですけれども、そういうことではなくて、我々は豊かに幸せになりながら環境問題も同時に解決できる、そういう道が多分、最先端の研究では開けてきていると思うんですね。研究テーマは広くは、地中の流体挙動です。具体的に言うと、鉱物と流体の海面物性の研究をしています。CO2 地中貯留では CO2 地層水、鉱物の相互作用が重要になります。そこで条件の変化に対する海面物性の変化に対してその物理科学的プロセスを明らかにすることを目的にしています。海面の熱力学モデルと分子動力学シミュレーションを用いています。研究の独自性として鉱物の粒子間スケールがマクロからミクロまで幅広いので、それに対して異なる手法を組み合わせることによってアプローチを可能にしている点です。地下の条件が変化したときに海面物性が変化するので、それに対するメカニズムを明らかにする点です。また、それによってどのような影響因子が海面物性をコントロールしているかを明らかにする点です。我々の研究室では海洋もしくは沿岸域で起こっている環境問題を解決して持続可能に海を利用するということ、それから海を適切に利用することによって持続可能な社会の構築に貢献するということを目指した研究をしています。研究の対象としている海もしくは沿岸域という場所は生態系の恵みを我々人間が非常に多く受け取っている場所だと思っています。なのでそういう生態系からの恵み、生態系サービスを持続可能に享受するというようなことが我々の考えているサステナビリティということになるかと思います。人類社会が困難に直面したときにそれに対して解決策を提示できることが持続可能性だと考えています。 CO2 の地中貯留について研究していますが、研究対象自体は非常に一般性が高いので、得られた知見をより幅の広い地下空間の開発利用技術に対して適用できると考えています。例えば化石燃料の開発、また地熱エネルギーの開発、地下水利用や放射性廃棄物の地下処分などが挙げられます。これらはいずれも鉱物粒子と流体の挙動に関する理解が非常に重要になるので、 CO2 地中貯留に対して研究した知見を応用していくことが可能だと考えています。サステナビリティというのはですね、持続可能性ということなんですけれども、それはですね、我々なかなか実現するのは結構難しいところがあって、我々は常に良かれと思ってしたことでも常にモニタリングして本当にうまくいっているのか失敗してないのかということを常に見ながらですね、おかしなところを見つけたらすぐアップデートしていくと、そういう姿勢がすごく大事だと思っていて、サステナビリティを実現していくというためにはですね、我々は常にアップデートしていかなきゃいけないと、そういう姿勢がすごく大事で、これがサステナビリティを実現する鍵なんじゃないかなというふうに思っています。